はい、皆さん、こんにちは。マスケンです。ちょっと間が空いてしまったんですけど、今回はいよいよドラゴンの腕を作っていきたいと思います。それでは、始めていきましょう。今回はまず手のひらを作っていくんですけど、その際、ステップとして、この上から下に、こんな感じの順番でモデリングをしていきたいと思います。はい。では、まず、追加メッシュ平面を出してください。そしてタブで編集モード入って RX90 で、起こします。そして今度は、全部連絡してから右クリックの細分化っていうのを押してください。そして、左下に細分化タブが出てくるので分割数を1から2にしましょう。はい。するとこんな感じで分割されたと思います。で、これをですね、この右の、まず、こんな形に分割していきたいと思います。では、ループカットを1本追加します。そして、ちょっと上に持っていきましょう。ちょっと上に寄せて、はい。で、この状態で、ここから親指が生えます。なので、EX ですね。で、こんな感じで、伸ばします。で、もうちょっと太い方がいいので、ここから下選択して、ちょっと GZ で、これが正方形になるぐらいの、はい、ここで、この右の、オブジェクトのように厚みを与えます。なので、A キーで、全部選択してもらってから、EY ですね。で、こういう風に厚みを与えましょう。で、ちょっと厚かったなと思ったら、GY で、こういう風に微調整しましょう。とりあえず、このぐらいの厚さでいきます。で、3で面モードに入ってもらって、指の入るこの3つの面を E でちょっと伸ばします。で、こっちも伸ばします。で、これも同じぐらいまで伸ばします。はい。で、これで、3面選択してもらって、真横から見て、R でちょっとローテーション立てつつ、こんな感じで、こんな感じにしましょう。そして、2で変モードに行ってもらって、これをちょっと GZ で下に下ろしましょう。3でまた面モードに行ってもらって、GX でちょっと指の隙間を上げましょう。でこの状態で、はい。で、今ちょうど、この段階なんですけど、3で面モードで、もうちょっとだけ傾けましょう。RX でこういう風に傾けましょう。もうちょっと真横で、このぐらいかな。しておきます。はい。そして、指になる断面が正方形になる方がいいので、この下の3辺を選択して、GZ でちょっと下に下ろしましょう。はい。この3辺も GZ で下にちょっと下ろしておきましょう。ここですね。GY でちょっと膨らませると、ピボットポイントが、それぞれの原点になっていることを確認して、I で、面を差し込みます。そして、E で指を伸ばします。で、S で広げる。はい、こんな感じになりましたか。もうちょっと短くていいかな。GZ で、RX でこっちを向けておきましょう。これでいよいよさらにこの爪を生やしていくことになります。なので、2でちょっと変モードにして、ちょっと長方形になるようにもうちょっと下げますかね。はい、こんな感じで3で面モードに行って、I で面を差し込んで、
E で爪を伸ばします。あんまり長く伸ばさない方がうまくいくと思います。で、S で、縮める。そして、ループカットをそれぞれの爪に入れていきます。そして、もう一本ループカットを入れて根元に近づける。これを、3本の爪で同じように繰り返します。はい。で、爪の先っぽの頂点を選択しましょう。そして、GZ で下に受ける。ここでいよいよモディファイア、ベンチマークのモディファイアを入れていきましょう。サブディビジョンサーフェス。そして、ビューボードのレベルを2にします。一旦タブで出て、スムーズ精度。もうちょっと指が太いようなタブで編集モード。この2周分、関節の周りの2周分の頂点をオプションクリックで選択してもらって、S でちょっと膨らませましょう。で同様に隣の指も、はい、いい感じですね。で、ここもついでにちょっと膨らませましょうか。はい、こんな感じでいいでしょう。ではさらに形を調整していきます。オプション Z で透過表示、あるいはこのアイコンをオンにして、この頂点を選択しましょう。そして SX で幅を縮めます。そして GZ で上に上げましょう。こんな感じですね。そして今度はこの頂点、この端っこの2頂点とこっち側の端っこの2頂点を選択し、このピボットポイントの、中点に変更して、そして SX でこういう風に縮めましょう。で、終わったら、ピボットポイントをそれぞれの原点に戻しておきましょう。はい。で、動画表示もオフに戻します。今度は、この頂点を選択してもらって、GY でちょっと奥に押し込みましょう。そうすると、手っぽい雰囲気が出てきたんじゃないかなと思います。はい、で、ここまでできたので、親指をいよいよ生やしていきますよ。では、やっていきましょう。タブで編集モードに入ってもらって、そうですね。もうちょっと、左に GX で移動させて、EX で、面を伸ばしましょう。そして、3で面モードで、ここから親指が生えてくることになります。そうですね。もうちょっと S で生えて、I で、面を差し込みます。そして、E で指を伸ばし、S で拡大。はい。で、ここでいよいよこの爪が生えていきます。I で面を差し込んで、E で伸ばして、S で縮小。はい、で、ループカット、コントロール R を入れて、もう一つ入れて、爪の根元にスライド。そして、爪の先っぽを選択して、GX で上げましょう。はい、これで親指が完成しました。あとはちょっと微調整ですね。ちょっと指が細いなとか思ったら、例えばこの下の面を選択して GZ とかするとこういう風に指を太くすることができます。あともうちょっと爪の根元をくっきりさせたいなっていう時は、例えばこの2周分選択して S で縮小したりすると境界がくっきりすると思います。こんな感じで。こんな感じですね。はい。ちょっと爪が上から見ると平べったいような気がするので、そうですね。
この辺りの面選択して、GX で、こういう風に膨らませたりして、微調整してみてください。はい、これで、手のひらが完成しました。続けて、この腕の部分ですね。これをこれから作っていきたいと思います。はい、では、まず追加メッシュ、円を出してください。そして、円を追加っていうタブが左に出てくるので、頂点数を6にしておいてください。これでタブで変身モードに入ってもらって、EZ でこういう風に下に伸ばします。邪魔なのでどけておきます。はい。で、後ろの真ん中の下のこの頂点を選択してもらって、Shift S でカーソル選択物でカーソルをここに持ってきます。そして、追加円をもう一度押します。で、頂点数は6になっていることを確認してください。そして RX90 で起こします。で、GZ で下に持ってきます。で、F でとりあえず面を貼っておきましょう。で、GY でちょっとだけ後ろに持ってきて、ここの頂点を面を貼ります。で、こっちも F で面を貼っておきます。で、今度はこの前の真ん中のこの頂点を選択してもらって Shift S カーソル選択物、そして追加円で、今度は6ではなくて8にしておいてください。で、RX90 で起こして GZ で下に持ってきます。そして GY でちょっと前にずらしつつ、ここに面を貼ります。F で面を貼ります。で、そして今度はコントロール R でループカットをここに入れます。そして GY でへこまして、GZ でちょっと下げる。そして今度はこの頂点を選択してもらって、これを GY でちょうどこの辺の下ぐらいまで移動させます。そしてこの4頂点を選択して F で面を貼ります。反対も同様に F で面を貼ります。そして、ここにも面を貼って、反対側にも面を貼ります。こうですね。こっちもこうで FF、 はい、ここまでできたでしょうか。で、3でちょっともうちょっとちっちゃくていいかな。こんな感じで1でですね、この断面の8頂点を選択してください。そして EY で伸ばします。そしてスケールは0で腕の膨らみを追加します。もうちょっと伸ばして、コントロール R でループカットを入れて S で膨らませます。そしてこっちも同様にコントロール R で入れつつ SY0 で一直線にして、ちょっと手前に GY で出して S。あとはこの腕に手のひらをつけていくことになります。で、つなげていきましょう。では、最初に手のひらを選択してもらって、シフトで腕、そしてコントロール J でオブジェクトを合体させます。すると、モディファイアが消えてしまったんですけど、サーフェス。で、ビューポートのレベルは2にしておきましょう。タブで変身モードに腕を L で選択して、この切り口の部分まで持っていきましょう。GZ
ことで、一旦ちょっと離して、ここに、腕をつなげることになるので、まずこの3面を選択してもらって、GY でこういう風に後ろに持ってきましょう。そして、1で、頂点モードにして、一旦細分化を、そうですね、ここもちょっと後ろに持ってきましょう。はい、こんな感じになりましたね。では、3で面モードに行ってもらって、この3面を選択します。そして X で面を削除します。で、1で頂点モード。すると、こういう風に八角形の穴ができたと思います。すると、こちらの断面も八角形なので、つなげることができるというわけですね。オプションクリックで、この断面の八角形を選択して、メッシュで複製を押して、Y でちょっと前に、持ってきましょう。S でちっちゃくしつつ、手のひらを選択して GZ で、もうちょっと GX で、この頂点を、この八角形を選択して、RY でちょっと回します。すると、こういうふうに対応する頂点が、見やすくなるので、はい。で、GY で近づけて、スケール Z でちょっと押しつぶして、では、面を貼ってつなげていきましょう。で、F、はい。で、あとは、これをちょっと SZ で広げて GY で GY で持ってきて、で S でオプションクリックで断面選択して、さっきみたいに、ローテーション Y で RY でちょっと対応する頂点が分かりやすいように回転させます。そして同じく F でこういう風につなげていきます。はい、F で、はい、こんな感じでつながりましたね。もう必要ないので、一周分オプションクリックで選択して X 変応妖怪を押して消してしまいましょう。で、タブで、オブジェクトモード入ってスムーズシェードを入れます。で、あとは、微調整を好みでしてもらえばいいかなと思いますね。もうちょっと手首細くしようかなと思ったら SX でこんな感じで、これをSX でちょっと縮め、はい、これで手のひらと腕がつながりました。